はい、それでは武井さんが取り組まれている、養蜂の巣箱の方に、来てみました。こちらに、5群ですね、5個巣箱が、置いてあります。この羽音聞こえますかね。これ刺されるわ。ミツバチはですね、急な動きをすると刺したりしますので、ゆっくりゆっくり動いております。ではこのミツバチのこの取り組みにつきまして武井さんの方に、お話を聞いてみたいと思います。武井さん、すごい遠くにいますね。もう明らかに黒い服というのがですね、ミツバチが最も嫌う色でして、多分近づくと刺されてしまうんじゃないかと、思われます。これ実際僕の周りもすごい飛んでるんですけれども、ビクッとするとね刺してきますので、ゆっくりじゃああっちに近づいていきましょう。はい、それでは武井さんのところまで戻ってきました。武井さん、さっき近づかなかったですけど何かあったんですか。もしかしてアナフィラキシーショックですか。もう一回刺されちゃって、はい、次がないんですよ。もう僕には。あら次がない。次がないんですよ。近づけないですね。そうですね。それは大変ですね。で今回、そんな苦労をしてまで、チャレンジしている養蜂なんですけど、なんで取り組まれたんですか。養蜂はやってないんですね。自分は農家なので、はい、養蜂に入る気は全然なくて、はい、友人の養蜂家が、はい、来てあそこに置かしてあげてるだけなんです。なるほど。だからうちがやってるんじゃなくて置かしてあげてるだけで、はい、アーティチョークの蜂蜜っていうのは国産とほとんどないんで、一舐めさせてくれればいいよっていうだけで置かしてます。でただ7月とかにイベントがあるので、はい、シェフがアーティチョークの蜂蜜使いたいっていうんで、はい、だから一瓶ちょっと分けてとか、あと来年はアーティチョークのお茶であったりとか、はい、フレッシュなアーティチョークとかで蜂蜜とか、はい、いろんなアーティチョークの普及に関しての、今年はなんか準備期間みたいな感じですかね。なるほど。はい、蜂蜜召し上がったことありますか。アーティチョークの。アーティチョークのは見たことないんですね。私養蜂家の仲いい友人がいるんで、いろんな蜂蜜は舐めさせてもらってみて、一回も試したことはないです、ね。どんな味がすると思います。ちょっと嗅いでもいいですか。どうぞ。あ、全然想像つかないですね。青っぽい。ここをかけば蜂がいたのに。ちょっとやめてくださいよ。あ、でも僕蜂に愛されてる方なんで多分大丈夫だと思います。羽音が聞こえますね。どんな味かぜひ教えてください。はい、じゃあできたら一鍋させてあげます。一鍋だけですか。ぜひ瓶ごと欲しいところですけれども、じゃあこれからちょっと、中の方も見させていただいて、ミツバチがどんな風に、蜂を寄ってきているのか見ていきたいと思います。この動画が良かったらグッド、チャンネル登録はこちら。